やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、存在が特殊すぎて、何度もレビュー書き直したこいつ、元気ウェーブフォームだ。一見普通の完全無線イヤホンに見える一台。実際、完全無線イヤホンとしての完成度はかなり高い。アプト X アダプティブとノイズキャンセルに同時対応だったり、ハイエンド価格帯でしかお目見えできない、2台の異なる種類のドライバーを組み合わせた、ハイブリッド型だったり、ぶっちゃけ、普通にレビューしても、かなりの高評価。元気の名前通り、元気なドンシャリサウンドで、ノイキャン付き、さらには、連続動作時間も14時間と、それだけでも十二分に魅力的なスペックだ。だが、今回は、完全無線イヤホンとしてのレビューの前に、このイヤホンの特殊性について話さないといけない。普通の完全無線イヤホンのつなげ方を知ってるかな？普通、ケースから出してペアリングする。で、1台のデバイスの音が聞ける。このイヤホンももちろん、ケースからイヤホンを出してペアリングすると、1台のデバイスとつながる。なんかこいつやたら1台を強調するな。そう、この元気ウェーブフォーム、2台つながる。ケースが転送ベースになっていて、ケースに USB、もしくは 3.5mm プラグをつなげると、なんとそこからイヤホンに音が届くんだ。しかも、この時、完全無線イヤホンとしての入り口も残っていて、例えば、USB でパソコンやゲーム機に、そして、同時にスマホなどの通常の無線接続も可能。どちらかのデバイスにケースを優先接続しないといけないんだけど、でも、完全無線イヤホンとして、唯一の2台同時接続再生が可能なんだ。この2台同時再生、Bluetooth でつなげる完全無線イヤホンでは、この元気ウェーブフォーム以外で実現可能なのを聞いたことがない。さらに、この時、USB でつなげた方は、マイクを使って通話しても、Bluetooth の宿命である、オーディオ品質が電話通話並みに下がらない。つまり、パソコンにケースを繋いだ状態で、ボイチャしながらゲームしても、ちゃんと高音質でゲーム音質が聞ける、ってわけだ。このマイク使用時に音質が下がらないレア特性は、ケースを USB で繋げた時だけ発動する。ケースを経由しないオーディオの場合は、普通の完全無線イヤホンと同様、通話中は電話音質に低下するので注意だぞ。ただ、PC とかでゲームしながら、あるいは、スマホからケースをぶら下げることになるけど、完全無線イヤホンでゲームしながら通話する、という、今まで実現不能だった行為が可能になってる、というわけ。正直、この商品のオファーが来た時は、でも、その機能で頑張りすぎて、基本性能は普通なんだろうなとは思った。いや、これ普通に TWS としての機能だけでも欲しいぞ。特殊な機能が入っているから、安定性が低いかも。と思うかもしれないけど、本機は、SBC-AAC アプト X もしくは、定番のアプト X アダプティブで接続可能。もちろん安定性も高く、アンテナの接続強度も良好だ。完全無線イヤホン単体としてのスペックをざっと引用してみた。気になってる人は停止して確認してみてくれ。ドライバーの時点で気になるスペック、10mm と大型のダイナミックドライバーに、普通のイヤホンには入っていない、バランスドアーマチュアを組み合わせた、ハイブリッド型のイヤホンだ。大きなダイナミックドライバーは低音の迫力に、特殊なバランスドアーマチュアのおかげで、高音域のキレにそれぞれ強みがある。実際、バランスとしてもわかりやすく元気なので、ゲームやカジュアルな用途に向いてるし、音質として破綻もないので、普通にこの価格帯でも納得の仕上がりだ。さらに、ハイブリッド、10mm のダイナミックドライバー仕様としてはやたら長い14時間の連続動作時間、ノイズキャンセルを有効にしても、9時間の連続動作と、連続動作時間も最長の部類に入るぞ。この音質、安定性、連続動作時間の3要素が揃ってる時点でかなりおすすめ度が高い。基礎性能が高くて、さらに他にはできない機能を搭載してる。ってわけだ。お高めではあるけど、唯一無二なのも違いないな。外装は大柄だけど、完全無線イヤホンらしく軽めで、なおかつ、特徴的なデザインは耳に触れない部分だけ。耳に触れる部分のストレスは少ないので、問題なく使用できるだろう。また、付属のイヤーピースも豊富で、通常のキノコ型から、完全に耳に固定できるタイプまで様々ついてくるぞ。基本的に、付属のものの中から選べると思う。さらに、最近の完全無線イヤホンではかなり採用例がある、音質などをカスタマイズする、専用アプリも開発中だ。イコライザ機能のおかげで、基本的に元気なチューニングのイヤホンだけど、この用途を他の目的で使いたい人にも適合するな。ケースも特殊なことはなく、塗装などでデザイン的には立っているけど、実用的には普通の完全無線イヤホンと同じサイズ感、バッテリーも長いので、これ1台で完結できる高級機として納得だな。そんなわけで、とにかく唯一無二な元気ウェーブフォーム。それでいて、性能の方も、これしかないから。
と妥協するようなものでは断じてない。連続動作時間と音質を考慮してもトップクラスな1台なんだ。あ、そうそう、今回はブルーのサンプルなんだけど、さらにシックな黒のカラーバリエーションもある。黒もブルーも、ビジネスの時に使ってても違和感のない絶妙なバランスだぞ。というわけで、あとは、イコライザーが適用されていない時の音質について話すのみ、すでにポジティブな印象は受けてると思うけど、本当に妥協のないデバイス、ということがわかると思う。音色を分解してみよう。高音域から、このイヤホン、海外系らしい、強調の多いイヤホンだ。高音域は気持ちよく抜け、金属音が高質に響く。イコライザで調整できるアプリも準備中だが、ここが鳴っている、と確認できるのも大事だ。特にゲームでは、メリハリと音色の分離がしやすいだろう。中音域の音や音声も聞き取りやすい。もちろんボイスチャットから、ゲーム内のセリフまで聞き取りやすく、他の音色と混ざっても識別できるようになってるぞ。ボイチャとゲーム内音声のバランスを考慮したのかもしれない。それから、低音域。ここも、大きめのダイナミックドライバーを組み合わせているだけあって、楽器的低音から爆発音の重低音まで、問題なく表現できる。加えて、本機にはノイズキャンセリング機能も入ってるので、より没入感が上がること間違いなしだ。ノイズキャンセリングは、どちらかというと室内で物音をある程度遮断する用途向き、トップクラスに強力、とは感じなかったけど、扇風機やエアコンなんかの物音はかなり遮断できた。実用的と言っていいだろう。完全無線イヤホンだけど、あんまり街に持ち出す仕様ではないので、これくらいがいいのかもしれない。というわけで、基礎性能、負荷機能、音質、どれもこれも、通常の完全無線イヤホンとして、完璧な性能の上に、さらに、唯一無二の2台同時再生能力、ボイスチャットしつつ高音質の音声を受け取る能力、唯一無二の1台だ。おそらく、こんなデバイスを血眼で探している人もいるに違いない。このデバイスは、ゲーム機と組み合わせることを前提に作られているけど、僕の場合、おすすめなのは、パソコンに常に USB で繋げて充電しつつ、使う時だけケースをパカッと開けると、パソコンとスマホに同時に繋がる使い方だな。もちろん、そのままうっかり外出しても、高音質な直接接続が利用できる。ありそうでなかったこの1台、探してた人はぜひとも検討してみてくれ。そうそう、今日はこれだけじゃなくて、元気という会社、他にも気になるもの作ってそうじゃない？今回のクラウドファンディングでは、さらにスイッチを強化できる、元気ドックミニと、それから、ここまで USB-C だけか、と思ってた人に、元気純正の USB-C 2ライトニングケーブルもオプション販売される。ドックミニは、USB 給電、HDMI での出力を、スマホ用の充電器サイズでこなせる1台で、例えば友達の家にスイッチ持って行ってテレビにつなげたりするときに便利なアイテムだ。さらに、スマホなども有線で接続できるので、ソシャゲを有線でテレビに映したいときにも、コンパクトに環境を構築できるな。それから、iPhone J もウェーブフォームを使えるように、純正のライトニング USB-C ケーブルも同時にクラウドファンディングで募集される。この手のニッチなケーブルは、相性などもあるので、iPhone との組み合わせを検討している人は、こちらもチェックしてみてくれ。こんなところだな。内容が濃すぎる、ケースを送受信機にする発想はなかった。無線機なのにスマホとパソコンの音が同時に聞こえてくるので、思わずスピーカーの電源を押すくらい違和感がある。音質の方もハイブリッド型で文句がない。価格の価値がある1台だ。最後に、ケース接続モードでのマイク音質をチェックしながら今回もお別れだ。こういう革新的なデバイス、一度触ると戻れないのが怖いよな。といったところで今回はここまで。そうそう、このイヤホンの唯一の不満点を言い忘れてた。ペアリング待機時の音がやたらでかい。以上。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。ケースのマイクを使って喋っています。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。ケースのマイクを使って喋っています。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。ウェーブフォーム本体のマイクを使って喋っています。基本的に USB でつなげるときは、ケースの方のマイクが有効になって、本体を直接接続するときは、こちらの本体のマイクが有効になるみたいです。どちらでも音質的には問題がないように思います。それでは今回もお付き合いいただきありがとうございました。